それでは続きをやっていきましょう。前回は美味しそうなアルトア城が放置されていたから美味しくいただいたところまでやったな。ヘルドストーンはちょっと守りきれる気がしないので普通に殲滅で。お金めっちゃ美味しい。35ターン目エンド。いつものやつ。はいはい。決定的敗北決定的敗北。36ターン目開始。拠点の襲撃。マジで損害大き勝利や。まあこっちはアンゴールばっかりですからね。それでは開始していきましょう。今回はアンゴールともを左右に配置して攻撃する作戦です。おう、なんか作戦っぽい。なお、敵が前進してきてこちらが背後を追いかける形となった模様。ギャグかな？あいつらの速度もかなり速いんで普通に追いつけないですね。ということでゴールヘルドを投入して足止め。めちゃくちゃ撃たれてる。まあ盾持ちなので多少は大丈夫なはず。フェラルマンティコアを召喚したので前線へ投入。こいつは召喚物なので使い潰しましょう。ということで暇している敵投げ槍部隊にぶつけます。戦費ゴールの無料の部隊の核兵戦投入。背後からアンゴールとも到着して包囲状態にできましたね。たまらず敗走していくリザードマンたち。我々の決定的な勝利で終了。やったぜ。それではここにヘルドストーンを建設してからのタウロックスで襲撃。圧倒的自動戦闘。儀式を実行して去りましょうか。立つ鳥跡を濁さずってやつやな。というかめちゃくちゃ濁しまくってるんだよな。モルルールは砦を攻略させましょうか。決定的な勝利。ただ敵の軍勢がいるのが気になりますね。とりあえず破壊しておきますが。で、ここのお金しょぼすぎない？まあ砦っていうのもあるでしょうけど最近奪われた場所なんでしょうね。ちょっと損した気分。マラゴールもそろそろどこか攻めていきたいところですが、さすがにシュートはこの戦力では無理だよな。レベル3やしな。とりあえずフルスタックにはしておきましょうか。なぜかタウロックスの軍勢では傭兵が雇えるみたいですね。オーガ。でもタウロックスの軍にはあんまり必要ないかもですね。余裕があったら雇うんやで。36ターン目エンド。37ターン目開始。モルグールはこのままマリエンブルグを襲撃します。っていうか、バローレギオンの軍どっか入ったな。恐れをなして逃げていったのでしょうかね。アンデッドも恐怖する時代か。タウロックス軍はまた新たな狩り場を探して南に進みます。さらなる破壊を目指すんやで。マリエンブルグ襲撃。決定的な勝利。自動戦闘で。ここはヘルドストーンを立てておきましょうか。このままバローレギオンの拠点を奪い尽くします。ゴルセルにいる奴らもまたどこかに行きそう。あの軍が壊滅したらいよいよバローレギオンは終わりでしょうからね。マラゴールも北へ向かって進軍。美味しそうな拠点はどこかにないかな。まあ敵もいないし近場の拠点を襲うしかないな。47ターン目エンド。バローレギオンはゴルセルも放棄したみたいですね。それなら美味しくいただくんやで。モルグールはゴルセルへ進軍。タウロックスはさらに南へ。ダークエルフの軍勢おるやん。あいつらは無視でいいでしょう。襲ってきたら話は別ですが。ダークエルフはダークシャードが痛いからあんまり戦いたくないな。それでは拠点を襲撃するためにアイアンクローオークスとの戦争開始。戦力差はそこまで大きくないんやな。我々も結構大きな軍勢となったってことですね。で、これで損害大き勝利か。それでは開始していきましょう。今回我々はチャリオットを導入しておりますよ。新ユニット。チャリオットは騎兵以上に突撃力が高いですが継続戦闘が苦手なユニットですね。強いよ。まあ微妙っちゃ微妙ですが枠が余ってたからぶっ込んでみたやつです。敵の後方に突っ込ませて存分に暴れてもらいましょう。今回の編成はある意味こいつだけが騎兵枠になりますからね。それじゃあ敵はまあ防衛隊ですから大したユニットはいないですね。強いて言うなら騎兵がいるのでそいつにこちらの騎兵を食い荒らされないように注意です。イノシシに乗ってる。っていうかイノシシに対して多くでかすぎない？よくあれでバランス取れるよな。乗せてるイノシシも乗ってるオークもすごいですがまあ大した敵ではないです。それでは衝突までカットです。チャリオット君頑張れ。騎兵に突撃です。おい。と言っても騎兵より人数少ないんで騎兵の方がいい気もしますがそんなことない。チャ
ャリオットはロマンやで。そういうもんですかね。ちなみに移動させようとしてますが、敵が邪魔でなかなか移動できないですね。レーザーゴールチャリオットの方が突破力あるので雇うのであれば、そちらが良かったですね。なんでしなかったん？単純に雇えなかったからですね。そっか。あとミノタウロスが雇えるならミノタウロス雇います。チャリオット君かわいそう。こちらはイメーユニットのゴールフェルドのハルバード兵ですね。鉄鋼と大型ユニットボーナスあるので騎兵キラーです。今回は敵騎兵にぶつけたいですね。うまく敵騎兵にぶつけられたっぽうな。まあ騎兵なのですぐに逃げられるでしょうけども。確かにめっちゃ倒してるな。あの大型のハルバードは馬にとっては恐怖でしょうね。馬じゃなくてイノシシやけどな。やはり逃げられますか。まあ旧兵狙われないようにするだけでも OK です。左翼戦線では我々のアンゴールどもが敵を包囲しておりますね。旧兵も弓撃てす西本もドロしてるな。そして左翼以外は指揮崩壊を起こして敵は逃亡。逆に左翼側が残ってるんかい。一番最初に逃げ出すと思ってたけど。でも逃げ出すのも時間の問題でしょう。ということで全軍敗走を確認。我々の勝利です。やったぜ。被害らしい被害はなかったな。まあこんなもんでしょう。それでは殲滅してお金を奪いましょうか。お金おいしい。旧兵対策が弱いと感じたのでハウンドを雇用しておきます。ゴブリンアーチャーくらいなら倒してくれますからね。それ以外はそこは期待しないでください。そっか。それでは38ターン目エンド。あいつらの軍勢移動したな。これはチャンスでしょうか。敵の拠点を奪えますよ。とか言って罠の可能性も。そこは注意しないとですね。39ターン目開始。マラゴールはさらに進軍。そして傭兵が雇えるみたいなので雇っておきましょうか。マラゴールの軍は特にユニットの質が悪いですからね。ありがとう、傭兵。ちなみにこいつらは巨獣ユニットになるので何かと役に立つはず。傭兵を雇えるだけ雇っておきました。混合軍もかっこええな。モルグールはコルセルを襲撃。自動戦闘。判断が早い。儀式を実行して次は東あたりにでも行ってみますか。エンパイアの美味しい国家がいっぱいありますよ。美味しいエンパイア食べたい。お姉ちゃんもいよいよ化け物の思考に。そんなことないからな。タウロックスはさらに南へ進軍。そしてここでコルゴンが雇えるようになったので2部隊招集。何それ？ティア5の巨獣ユニットで対大型ボーナス付きで歩兵も相手できる万能ユニットです。なかなか強いんで雇って損はないですよ。まあ招集するのに時間がかかるのと遠距離ユニットに弱いのが難点ですが。3ターンかかるってことは3ターンはここで足止め状態ってことか。まあそれをするだけの強さはあるから。ついでにもう一つの軍もユニット強化しておきましょうか。39ターン目エンド。40ターン目開始。マラゴール戦線は多くが戻ってきちゃいましたね。それなら回り道するしかないか。戦ってもいいんですが負けたら嫌ですしね。回り道。モルヌールは東へ進軍。ブラックピットの守りは硬そう。それならワイズムントから襲えば OK。41ターン目開始。マラゴールはさらに北へ進軍。モルグールは敵がいなくなってるみたいなのでミドンランドに宣戦布告。からの拠点襲撃しましょう。僅差での勝利。でもめんどくさいから自動戦闘で。中盤から終盤にかけてこの規模の戦闘は自動戦闘にしがちですよね。被害は結構甚大。大したお金もらえないのでここはヘルドストーンの建設ですね。41ターン目エンド。エショアトルの和平交渉。もう襲う気ないし問題ないで。お金だけはしっかり受け取っておきましょうか。42ターン目開始。モルグールはワイスムンドを襲うために南に進軍。タウロックスはゴルゴン雇用完了したのでこの機会にクエストをクリアしちゃいましょうか。